こんにちは、コスプレイヤーの逆ヨガです。今回は、鬼滅の刃の炭治郎の役所の面を作っていました。それではみんなで作りましょう。材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、手芸店、通販などで買えます。型紙を使って切り抜きます。動画の説明欄に COS ボードのネット通販ショップや型紙のリンクを載せています。一通り切り抜きが終わりました。COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは目や模様となる部位をマーキングします。型紙の模様部に穴が開けてあるので、その穴をマジックで写します。そしてできた点々をつなぎます。パーツを瞬間接着剤で接着します。このような接着しがたい箇所の接着の場合は、瞬間接着剤と合わせてアルテコスプレーという瞬間接着剤硬化スプレーを使っております。これを使うと硬化が非常に早くなり、とても作業がやりやすくなります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。なお、ボンド G17 という接着剤でも楽に接着できます。ボンド G17 はホームセンターにもありますが、100均にもあるので手軽に入手ができます。お好みの方法で接着してください。目が少しくぼんだ感じにしたいので、一度目の部分だけ切り抜いてしまいます。そしてそれを元の位置に少しずらした状態で瞬間接着剤で接着します。そうすることでくぼみ状態になります。額の模様や口の部分も同じようにくぼませていきます。ちなみに色を塗るときに塗り分けやすいように少しくぼませてますので、別にくぼまなくてもいいやという方はそのままでもよろしいかと思います。続けて耳を組み立てます。瞬間接着剤を多用してますが、すべて100均のものを使っております。接着箇所の裏面にグルーガンを塗りつけて念のため補強しておきます。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具です。ホームセンターや100均で売ってます。これにて組み立て完了です。次は塗装だよ。逆ヨガ。鬼滅の刃の動画は他にもたくさんあります。日輪刀やアクセサリーなどいろいろありますので、この動画の後にでもぜひご覧ください。塗装時の持ち手として切れ端をグルーガンで接着しておきます。これは塗装が終わったら切り落としてしまいます。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。これを塗ると塗料ののりが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたらベースカラーとしてラッカースプレーで全体を灰色に塗ります。ラッカースプレーはホームセンターで買いました。そして全体を白に塗り上げます。動画ではエアブラシを使ってますが、ラッカースプレーなどでも構いません。お好みの方法でどうぞ。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。ミスターカラーもエアブラシもおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。黒のマジックで黒い部分を塗ってしまいます。これは至って普通のマジックですね。100均で買ってきた普通のマジックを使ってます。ミスターカラーで塗ってもらってももちろん構わないんですが、多分黒く塗るだけだったらこっちの方が早いんじゃないかなと僕は思います。口の根元の赤い部分を塗るためにマスキングテープを加工します。マットにマスキングテープを貼り付けてコンパスカッターで丸く切り抜きます。コンパスカッターはホームセンターや100均で売ってます。そのコンパスカッターで切り抜いたものを口の根元に貼り付けます。同じような流れで今度は目をマスキングします。型紙に合わせてマーキングしてそれを切り抜いて貼り付けていきます。額にある四角い部分を今度はマスキングします。マスキングテープを四角くくり抜いてそれを貼り付けていきます。このようにマスキングでやってもらってももちろんいいんですが、めんどくさいという人は全部筆でダイレクトに塗ってしまっても構わないかなと思います。細かいところを貼り終えたので、残った部分をすべてマスキングテープで保護していきます。
マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売られております。マスキングを一通り終えました。というわけで赤を塗っていきます。細かいこだわりとして部位ごとに微妙に違う赤を塗っていっています。細かいこだわりなのでそこまでする必要はないかなと思いますが、アニメで見る限りそれぞれ色が違ったのでちょっと真似てやってみました。これもエアブラシを使ってますが、スプレーなのでささっと仕上げてもらってももちろん構いません。お好みでやってみてください。塗装が乾いたのでマスキング剥がしの瞬間です。この瞬間はいつもドキドキですね。果たして綺麗に塗り分けられているか、それともはみ出ているか、びっくり箱を開くようなドキドキ感がありますね。そんなマスキング剥がしですが、今回は綺麗に塗り分けることができました。一安心一安心。目の縁と内側に黒で円を描いておきます。これで塗装は終わりです。逆よが実際に作る人はサイトも見てね。材料や道具の Amazon リンク、使っているボードの厚み、作業時の注意点、型紙データなどをまとめてます。サイトのリンクは動画の説明欄にあります。装着用のゴム紐を切ります。これは100均で買ってきました。それをグルーガンで接着したら、これにて完成となります。重量は 50g。制作時間は4時間。材料費は500円となります。動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽にどうぞ。今回ですが、実際組み立てている時間より型紙を作るのに時間がかかりました。この後おまけで型紙制作風景を収録してますので、よければ最後までご覧ください。逆よがサブチャンネルや Twitter も見てね。ゼロから作るのではなく、以前作ったきつね面の型紙を改造して作ることにします。まずは一度そのきつね面の型紙を組み立てます。新しい画用紙に写し取ります。それをセロテープで組み立てていきます。基本的に何か作る際はゼロから作っていくよりは、応用できるような元ネタがあればそれを使うのがよろしいかと思います。僕のサイトを見てもらえれば、型紙があるものは全て型紙があるというふうに記載しておりますので、それを見ながら作ろうと思っているものに近いものがないか探してもらうといいんじゃないかなと思います。そして組み上がったら、実際作りたいものの形へと修正していきます。ここからはひたすらハサミで切ったり、画用紙を継ぎ足して形を変えていったりというのの繰り返しとなります。ある程度形ができたら一度切り開いて型紙の状態にしてしまいます。この際半分だけで構いません。半分だけ切って型紙にしてそれを写し取ってもう一度綺麗なものを作り直すといった感じです。基本的には僕はこのように切ったり貼ったりして分解して組み直しての繰り返しで形を作っていってます。この切り張りを繰り返して形を作るっていうのがポイントなので、とにかくこの切り張りで形を作るという行為にまずは慣れてみてください。ある程度全体的な形ができたら細かな部分を作っていきます。今動画でやっているのは目の部分ですね。他にも耳とか、あとは額の模様とか、そういった細かい部分を仕上げます。一通りできたら分解します。分解したらそのパーツに情報を書いておきます。使うボードの厚みや切り出し枚数などを書きます。これにて型紙が完成となります。よろしければチャンネル登録お願いします。皆さんご視聴ありがとうございました。またねー。